皆様こんばんは、まいまいです。今回は6月の手帳のセットアップをしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。ではまずはじめに最近使っている手帳をパラパラしていきたいと思います。で、5月26日にツバメノートさんからこちらのツバメログノートっていう商品が発売になったんですが、皆さんご存知でしょうか？こちらはかなり簡単に書けるライフログ、日記帳って言えばいいのかな、フリーの見開き4日間となっております。で、こちらはご提供いただいて、特に動画で紹介してくださいって言われてるわけではないんですけれども、実際使ってみてなかなかいいなと思ったのでご紹介させてください。まずは大きさについてですが、B6 相当となっております。こちらがロールバーンの L サイズですが、同じようなサイズになっております。ただ横開きなので若干横長なサイズ感となっております。そしてこの装丁もとっても可愛くて、質感のあるネイビーの表紙にホワイトでツバメログノートとプリントされています。この手書き風の文字もね、とっても可愛いです。こんな感じ。そして後ろはこんな風になってます。そして中身なんですが、最初からこんな感じでライフログノートが始まっていまして、これが128日分あるらしいんですね。なので毎日書くと約4ヶ月分書けるということです。では中のフォーマットを見ていきましょう。日付と曜日、天気で就寝起床、そして寝た時間を記録できて、温度と体調気分、そして一言書けます。で、今日の美味しい、今日のハイライト、そして下がフリースペースになってます。なかなかね、既製品のフォーマットで今日の美味しいとか書くところがあるものは少ないと思いますので、楽しく記録できるんじゃないかと思います。ちなみに紙はクリームフール筋が使われていまして、万年筆でも相性のいい紙となっております。そして糸閉じ製本ですね。で、実際に私がしばらく使ってみたのがこちらのノートになります。なのでこちらをパラパラしていこうかな。全然デコとかしなくてもいいんですけども、私はシールを貼るのが好きなので、こんな感じでちょっとだけデコっております。って言ってもね、紙面も小さいのでデコも簡単だし、シールもちょこちょこしか貼っておりません。こんな感じで、日付が飛んでもいいし、好きな時に書けるのもいいなと思います。で、このフリースペースのサイズも絶妙で、疲れていてもね、これくらいなら書けるかなっていうサイズになってます。こんな感じ。今日の美味しいとか見返すのもすごく楽しいですよね。で、今日のハイライトもこんなことがあった日だったなっていうのが思い出しやすいので、とってもいいなと思いました。で、先にデコしている。はい、ということで、多分ね、3分くらいあれば余裕で書き終えるスペースなんじゃないかと思います。で、ツバメノートさんの商品説明を読んでると、自分でね、このフリースペースに項目を設定して、推し活だったり、読書記録だったり、旅行ログとかも書けるそうなので、いろんな使い方ができるんじゃないかと思います。で、個人的に思ったのが、デコとかしなくて、もうその日の終わりにこのままバーっとね、書いて、とりあえずこれぐらいなら書けるっていうことで、これを書いておいて、本当に日記を書きたい日、本ちゃんの丁寧に日記を書きたい日に、これを見ながら思い出しつつ書くみたいな、そういう使い方もありかなと思いました。あとは、ちょっと変化球な使い方なんですけど、ミニロクのリフィル化をするっていう。私、ミニロクに日記を書くのも好きなんですけれども、リフィル化できないかなと思って、ちょっと切って挟んでみました。そうすると、こんな感じ。なかなか良くないですか？そもそもミニロクのリフィルとして作られたものではないので、ちょっと文字に穴開いちゃったりはするんですけど、サイズ的にはね、かなりぴったり挟めます。そう、なので、システム手帳ユーザーさんにもおすすめしたいかなと思います。ちょっとツバメノートさんにはぶっ飛ばされるかもしれないんですけれども、このね、かなりギリギリの端っこで普通にカッターとかハサミでカットしてます。こんな感じでカットしまして、あと真ん中でカットして、サイドをもうちょい切るとミニロクサイズになります。上はね、ちょうどなので切らなくて大丈夫です。はい、こちらは公式の推奨ではありませんので、される方は自己責任でお願いいたします。
はい、ということで以上がツバメログノートの紹介でした。で、もともとツバメノートさんには昔ながらの日記帳がありまして、でもねこれが廃盤になってしまったらしいんですよね。で、その日記帳をリニューアルして販売されたのがこちらということです。令和になってもね日記帳を販売してくださって大変ありがたいです。しかもお値段が330円なので本当にありがとうございますっていう感じですね。で、こちらはツバメノートさんのオンラインショップとか全国の販売店さんなどで購入できますので、ぜひチェックしてみてください。では次。では続きましてシステム手帳のバイブルサイズをパラパラしていきます。こちらはフリークス&コーさんで購入した手帳になります。なんかねパッチワークみたいに革が組み合わさっててめちゃくちゃ可愛い手帳になっております。で、こちらは主にスケジュールの管理に使っております。ちなみに最初のページはアシュフォードさんのハードケースリフィルでして、ここにねクリップでチャームをつけております。そして中にはエリックさんのデザインペーパーをカットして入れてます。そしてこちらがダイソーで購入したカレンダーのインデックスリフィルです。で、この中には主に2種類ですねの役割が入ってまして、まずはこのページですね。これは1ヶ月分、1ヶ月先までの予定を立てられるページになってます。見開きで1週間分ありまして、日めくりさんのミニ付箋を貼ってます。こんな感じで本当に予定ですね。当日のスケジュールじゃなくてこういう予定で過ごそうかなっていうことを計画してます。そして役割の2つ目がこちらのページです。これは当日にやることを書くページとなってます。なのでさっきのねウィークリーのスケジュールを見ながら今日はこういうことやろうかなっていう当日のスケジュールを立てるページになってます。当日のスケジュールはこんな感じでラベラーシールに数字のハンコをして日付シートみたいにして使ってます。そして1日1ページで使うこともあれば、トゥードゥの数によっては2日で1ページみたいなそういった使い方もしていて、その日の気分で使い分けしてるっていう感じです。で、あとはこういった1月のページとか2月のページとかをちょっといい紙で作っていまして、これはアサネルさんのリフィルなんですけれども、これはなんで作ってるかというと、このスケジュールの使い方だと当月の予定しか立てられないので、来月とか再来月とかの予定が入った時にこういったねインデックス的なページを作っておくと、ここから付箋を移動させてその月にやることっていう感じで管理しております。はい、バイブルサイズはこんな感じです。で、これはもともとサニー手帳のウィークリーとあとほぼ日の本でやっていたんですけれども、これ2冊に分かれていたのを、1冊の手帳で運用してみようかなということでこちらを使ってます。閉じ手帳も大好きなんですけれども、定期的にシステム手帳が使いたくなる時がありまして、今はこちらを使っております。では次。では続いて M5 の手帳を見ていきましょう。こちらはブレイリオさんのモルビドになります。で、めちゃくちゃ可愛いんですよ。色も可愛いし、この開いた感じがね、外側と中側でバイカラーになっていてめっちゃ可愛い。そしてね、触った感じも脂肪が多めで柔らかいのが気に入っております。で、こちらは昨年の12月ぐらいに購入してこっそり使っておりました。で、本当にね、中身は全然紹介するほどのものではないんですけれども、中身を見せてくださいというリクエストをいただいたので紹介していきたいと思います。こちらは使い方としてはシンプルで、持ち歩きのメモにしようかなと思って使っております。で、このピンクのインデックスがプロッターだっけノックスだっけノックスかノックスのスモモリフィルですねのインデックスになっております。かわいいよね。そして1日1ページみたいな感じでメモとして使っていました。もともとね、このモルビドを外で写真撮る用の手帳として使おうかなと思って、そういう目的でね持ち歩こうと思っていて、なので中身は本当に
メモが多めです。なんか情報というよりはデコしてメモするみたいな。 M5 をねデコするとすごく可愛くなるので好きなんですよね。でこんな感じで本当にメモとして使っております。そう、カフェとかでコーヒーと手帳とかで写真を撮ってる方をね SNS でよくお見かけするんですけど、私もそういうのがやりたいと思ってこのねモルビトを持ち歩いております。ただあんまり出かけないしカフェも行かないしでなかなか写真を撮る機会はないんですけれども、いつそういう機会があってもいいように持ち歩いております。そしてあとは歌詞とか書いてるかな。この歌詞は自分で歌いたくて覚えたくて書いてます。それからメモですね。トゥードゥとか覚えておきたいメモとかを書いていて、あとは白紙のリフィルとかかな。そしてこちらのペンホルダーリフィルなんですけど、ラポンテさんのリフィルを使ってます。そうするとこのユニボール 1P がすっきり収まります。はい、ということであんまり M5 とか小さい手帳、メモ帳以外に使えてなくて参考にならないかもしれないんですけれども、とってもね可愛くて癒される手帳となっております。ブレリオさんのモルビド M5 サイズはこんな感じです。では次。では最後にロルバーンの L サイズのダイアリーをパラパラしていきます。でこちらは2ヶ月ぐらい前から書いていて、モーニングノートとしてね朝ダーッと書いております。デコは暇な時にしております。でこれをやるとなんかやることがたくさんある日とかすごく頭がねすっきりするんですよね。なので、書かない日もあるんですけども、なんかちょっと気持ちがごちゃごちゃしそうな日は書いております。で多分もう5月中に使い終わるかなと思うので、ちょっと記録としてパラパラしておきます。でロルバーンに書くのがすごく楽しかったんですけれども、ちょっと一冊使ったら満足した感があるので、モーニングノートは続けていきたいかなと思ってるんですが、ノートはねちょっと変えようかなと思ってます。はい、ということで以上がロルバーンの L サイズの紹介でした。でこういったリングノートってモーニングノートとかジャーナリングに向いてるなと思っていまして、個人的にすごくねダダダーっと書きやすいんですよね。なんかカジュアルに使える感じがするかな。システム手帳と閉じノートの中間みたいな位置づけで、そういったねジャーナリングとかにも向いてるかなと思いました。では次。続きまして自分手帳で図メニューを書いていきたいと思います。こちらは1日1ページタイプの手帳になっていまして、なんかねこの1日の真ん中にタイムライン、時間軸が来るっていう珍しい手帳になっております。で今回はなんかね月の扉ページみたいなところがあって、こちらですね。ここに目標とかテーマを設定できるんですけど、それについての振り返りなどをしていきたいと思います。まず5月のテーマはピアノの発表会をつつがなく終えるということをテーマにしておりました。で私はピアノを始めて3年目ぐらいなんですけれども、発表会がありまして無事に終わりました。無事ではなかったんですけれども、怪我とかはなくね終われたということでよかったとします。でこちらのフルバージョンの動画はメンバーシップの方であげようかなと思っております。よかったらね聞いていただければ嬉しいです。で今月を一言でということなんですけれども、大変充実はしていたかな。ゴールデンウィークもありましたし、実は娘の誕生日もありまして、5歳の誕生日を祝えたのでよかったかなと思います。でゴールデンウィークは特に出かけてはないんですけども、1回だけ湘南の方に行けました。次できたことは、元気に過ごせましたね。体調不良とかはなく元気に過ごせた。それからできなかったことは、私時計をね4本ぐらい腕時計を持ってるんですけど、全部ね電池切れで動いてないんですよ。で時計の電池交換にずっと行きたいなと思ってて行けてない。次に嬉しかったことは、久しぶりに髪の毛をカットした。どこも出かけないのであんまり頻度高くカットはできてないんですけど、半年ぶりぐらいに美容院に行った
そして反省したことは、なんか疲れてて夜はね手帳あんまりかけずに YouTube とかなんかぼーっとしても見れるようなスレッズとか見て時間を溶かしていた。そんなの見てる暇あったらね早く寝なさいよっていう感じなんですけど、ダラダラしてしまいました。で次が会った人、高校のお友達、湘南の方に住んでいてゴールデンウィークに会ってきました。で行ったところは藤沢近辺、すごく久しぶりに海を見ました。であと買ったものが炊飯器を買った。10万円ぐらいする象印のやつ。うち今まで炊飯器使ってなくて、なんかホットクックっていういろんな調理もできるほったらかしの家電があって、それでご飯を炊いてたんですよ。なので炊飯器欲しいなってずっと思っていて、炊飯器をゲットしました。ホットクックもね、最初は肉じゃがとか作ってたんですけど、もうだんだんお米しか炊かなくなったので、もうそしたら炊飯器買おうかなってなって炊飯器をゲットしました。はい、ということで5月の振り返りができました。では続いて6月の扉ページを書いていきましょう。6月の大イベントは何といっても文具女子博東京。こちらは PR 動画も出しておりますので、よかったらぜひ見てみてください。続いてやりたいことはピューロランドに行きたい。サンリオピューロランド。こちらはホテルを予約して行く予定があるので、めちゃくちゃ楽しみ。で、カメラを買おうかなと思ってるので、それで可愛いキャラたちを撮りたいです。そしてやらないことは衝動買いですね。文具女子博もそうですし、ピューロランドでも衝動買い勢いで買わないようにしよう。はい、ということで6月のテーマ、やりたいことなどを設定しました。6月も元気に過ごしたいと思います。では続いてこちらのバイブルサイズのシステム手帳に1ヶ月分の日めくりさんのこの付箋を貼っていく作業と、あと当日のページに貼る用のラベラーシールですね、こちらにハンコを押して準備していきたいと思います。では作業をしている間に少しだけ文房具雑談をしていきたいと思います。6月11日から文具女子博東京2026がスタートするんですけれども、そこで私が買おうかなと思っているものをちょっとだけシェアしたいと思います。で、まず一つ目が子供の顔さんのスタンプパッドですね。ネオン怪獣っていう蛍光色のインクなんですけれども、これ私が PR 動画で紹介したものなんですが、返却したので自分で買いたいなと思ってます。これすっごく可愛いんですけど、ちょっと動画の画面上だとね、蛍光っぽさが伝わりづらかったかなと思っているので、ぜひ行く方は会場でチェックしてみてください。続いて、四季彩彩さんのつぼ押し戦隊アクリルキーホルダーです。これはちょっと買うかわからないんですけど、なんかすごいいいなと思ってます。足つぼと手のひらバージョンがあって、なんかチャームを見ながらつぼを押して健康的になれそうかなと思って気になってます。ただペアかと思って、2つセットは確かに左右でツボが違うならいるかもしれないんですけど、お値段がね1650円して、なかなかのお値段ですので、って悩んでおります。続いて古川志向さんの先行販売品でクリアロールステッカークリームアザラシと挟まれワンコっていうのが販売されるらしいんですよ。で、これはねアイシングクッキー風になっていてめっちゃ可愛いんですよ。古川志向さんといえばちょっと紙物っていうイメージがあるんですけど、ロールステッカーということで気になる。ただこちらは大カットじゃなくて、多分自分でカットして使うタイプかなとお見受けするので、ズボラな私は使いこなせるんだろうかとちょっと悩んでおります。そしてアイテム OSP さんの水玉さんコラボクリアロールシールですね。で、こちらもペットテープで多分大カットじゃないと思うんですけど、私この形のやつが欲しいなと思ってて、この形のやつはカットするのもねそんなに複雑なラインじゃないのでいけるかなと思ってます。すごい汎用性高そうな感じがしませんか？これも現地でチェックしようかなと思ってます。
はい、ということで多分直前まで情報が出続けるので、しっかりチェックして欲しいものリストを更新していきたいと思います。で、あとこちらは注意事項なんですが、今回の文具女爵東京2026では待機列形成開始時間があるみたいです。入場時間の1時間半前から並べるということですね。待機列形成開始時刻より前のご来場はご遠慮くださいということなんですが、そんなこと可能なんでしょうか？ちょっとトラブルがないように願うばかりでございます。早く行こうと思ってる方はね、ぜひ公式サイトなどよくチェックされてみてください。はい、というわけで6月の手帳の準備ができましたので見ていきましょう。まずこちらが1ヶ月の予定を立てるページで、6月分の日めくりカレンダー付箋を貼っております。使用したのがこちらの日めくりさんのスイーツ柄の付箋です。これはね、実在するスイーツ店の写真が載っててめちゃくちゃ美味しそうで可愛いです。あとはトゥードゥのチェックボックスのマスキングテープは1個2個さんのグラデーションのものを使ってます。で、めくってたらめちゃくちゃ可愛いページがあって、そう、これ全部パンダのスイーツになってるんですよ。お店の名前が山コーヒーさんって読むのかな？こんな感じでこんなスイーツあるんですね。めちゃくちゃ可愛いです。で、あとは6月と7月の切り替わりの週なんですけど、ここも雰囲気がガラッと変わってとっても可愛いなと思いました。で、次にラベラーシールですね。こちらはすべてスタンプマルシェさんのラベラーシールを使用してます。そこに数字と曜日のスタンプを押してます。そしてハンコがシャチハタさんののととてんっていう浸透印のスタンプになってます。で、これいろんなバリエーションがあるんですけども、私はこの数字と月のやつと曜日と AM/PM のタイプを持ってます。はい、ということで以上が6月のセットアップになります。6月もゆるっと楽しく過ごしていきましょう。はい、ということで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。何か一つでも参考になるところがあればとても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。